夜の11時だった。老人がゆっくりと鍵をかけた。その音がやけに重く響いた。そして老人は扉に額を押し当てたまま低い声で何かをつぶやき始めた。私にはその言葉の意味がわからなかった。でも体は正直だった。足が震えていた。ここはオーストラリアの奥地、アウトバックと呼ばれる果てしないアラノの真ん中にかつて栄えた鉱山の町がある。いや、あったと言うべきか。今はもう誰も住んでいない。店も学校も教会も全てが朽ちて砂にうずもれている。そんな廃墟の中にたった一人だけ残っている老人がいた。私はその夜老人の家に泊めてもらうことになった。外は真っ暗だった。街灯など一本もない。月明かりだけが錆びた建物の輪郭を浮かび上がらせていた。夕食の時、老人はほとんど何も話さなかった。ただ一度だけこう言った。夜になっても絶対に外へ出るな。私は軽く笑ってうなずいた。その言葉の重さをまだ理解していなかった。深夜0時を過ぎた頃だった。地の底から何かが揺れた。鉱山の爆発音に似た。低くて重いとどろき、窓ガラスがかすかに震えた。そして次の瞬間、聞こえてきたのだ。人の声が、男たちの声が、複数、廃校の方角から確かに聞こえてきた。笑い声ではなかった。叫び声でもなかった。ただ、何かを呼んでいる声だった。私は息を殺して壁に背中を押し当てた。老人は扉の前に立ったまま動かなかった。まるで何かが入ってこないように。いや、違う。何かが出ていかないように。老人が守っていたのはこの町ではなかった。彼らをここに閉じ込めておくことだったのだ。この話は私が実際に体験したことだ。信じてもらえなくてもいい。でもあの夜の記憶は今も消えない。普通の毎日を送っている今でもふとした瞬間に思い出す。あの老人の震える背中を。次回はそんな私の日常の話から始めよう。あの夜の前、私がどんな旅をしていたのかを。私の名前は田中蓮。フリーランスのライターをしている。32歳だ。締め切りに追われる毎日を送り、気づけば何ヶ月も旅らしい旅をしていなかった。パソコンの画面とコーヒーカップ、それだけが私の世界になっていた。2026年の1月、私はある決意をした。そうだ、オーストラリアに行こう。理由はそれだけだった。ライターという仕事柄、ネタを探して旅に出ることは珍しくない。だがあの時の衝動は少し違った。ただ日常から逃げたかった。誰にも連絡せず一人で飛び立ちたかったのだ。シドニーに着いたのは1月の終わりだった。蒸し暑い空気が飛行機を降りた瞬間に体を包んだ。南半球の夏は思っていたより厳しかった。最初の数日は普通の観光だった。有名なビーチを歩き、カフェでオーストラリアのコーヒーを飲んだ。それなりに楽しかった。でも何かが足りなかった。私が求めていたのは綺麗な景色ではなかった。誰も知らない場所、誰も行かない場所、そういう場所にこそ本当の話が眠っていると信じていた。旅の5日目、宿のカウンターで1枚の古びたパンフレットを見つけた。アウトバックの廃鉱山地帯、歴史探訪ツアー、そう書かれていた。スタッフに話を聞くと少し言いにくそうな表情をした。あの辺りはもうツアーは運営していません。道だけは残っていますが、行く人はほとんどいませんよ。その言葉が逆に私の好奇心に火をつけた。地図を手に入れ、レンタカーを借りた。翌朝、私は一人でアウトバックへ向かった。広大な赤い大地がどこまでも続いていた。空は異様なほど青く静かだった。その静けさが少し不思議なほどに。あの時、私はまだ何も知らなかった。その先に何が待っているのかを。次の場所で私はある最初の違和感を感じることになる。赤い大地は見渡す限り続いていた。地平線の果てまで何もない。木も建物も人の影すら見えなかった。レンタカーのエンジン音だけが静寂を切り裂いていた。ナビの画面にはもう道路の線すら表示されていなかった。それでも私は進んだ。2時間ほど走った頃だった。突然鼻をつく匂いが漂ってきた。硫黄のような焦げたような
古い金属のような、何とも言えない、複雑な臭いだった。窓を閉めていたのに、はっきりと分かった。換気システムの問題かな。そう思って、私は気にしないことにした。しばらくすると、今度は温度が変わった。外は真夏のオーストラリアだ。気温は40度を超えていたはずだった。なのに、車の中が急に冷えた気がした。エアコンの設定は変えていない。それなのに、指先がじんわりと冷たくなっていた。疲れているだけだ。私はそう自分に言い聞かせた。やがて、廃墟が見えてきた。錆びた看板、崩れかけた建物の輪郭、かつて人が暮らしていた。その痕跡だけが残っていた。廃校の街、そのものだった。車を止め、外に出た。その瞬間、耳の奥に低い音が届いた。ゴーという地の底から響くような振動。風ではなかった。地面から来ていた。私は足元を見た。赤い土がそこにあるだけだった。何も変わっていない。でも確かに感じた。気のせいだ。私はカメラを取り出した。記録を残しながら廃屋の間を歩き始めた。その時、ある一軒の家に明かりが灯っているのに気づいた。この廃墟の中でただ一つオレンジ色の光が窓から滲んでいた。私は確かに見た。それは間違いなかった。振動は止まっていた。でも私の足は動かなかった。赤い土の上に立ったまま私はしばらくその場で息を殺していた。風はなかった。虫の声もなかった。廃墟の街に満ちていたはずのあの奇妙な静寂さえもどこかに消えていた。代わりにあったのは何もないという感覚だった。それがかえって怖かった。私はカメラを取り出した。手がわずかに震えていた。記録を残すために来たのだ。それだけだ。そう自分に言い聞かせながらレンズを廃屋の列に向けた。IMG 廃墟の建物が並ぶ暗い路地。カメラのファインダー越しの映像符。錆びた看板、崩れかけた木の壁、割れたガラスの窓、どれも長い年月に打ち捨てられた。ただの残骸だった。この街に生きているものは何もない。そのはずだった。歩き始めて5分ほど経った頃だった。ふと視線の端に何かが引っかかった。私は立ち止まった。目を細めた。廃屋の一軒、その窓に光があった。オレンジ色の淡い光だった。炎のように揺れているわけでもない。電球のように均一なわけでもない。ただ滲むようにじわりと窓の円から漏れ出していた。私は息を飲んだ。この町に電気は通っていない。老人の家以外に人が住んでいるはずはない。それは来る前に調べて確かめていた。なのに光がある。カメラを向けた。手が震えた。それでもシャッターを切った。記録しなければ記録することだけが今の私にできることだった。ファインダーの中で光は揺れた。そして窓の向こうに影が見えた。人の形をした影が。私の体が固まった。足が地面に根を張ったように動かなくなった。逃げろと頭では思っていた。でも足は言うことを聞かなかった。影はこちらを向いていた。いや、正確には私を見ていた。息ができなかった。心臓の音だけが耳の奥で大きく響いていた。どれだけそうしていたかわからない。気づいた時、光は消えていた。影も消えていた。窓の向こうはただの闇に戻っていた。でも私は確かに見た。見間違いではなかった。震える足を無理やり動かして私は老人の家へと引き返した。この夜、私が初めて本当の意味で恐怖を感じた瞬間だった。老人に伝えなければあの光のことを、あの影のことを。しかし扉を開けた瞬間、老人は私の顔を見て静かに言った。見たのか。扉を開けた瞬間、老人は私を見た。表情は変わらなかった。驚きも心配も何もなかった。ただ静かに深く私の目を見つめていた。見たのか。その一言が空気を切り裂いた。私はうなずくことすら忘れてただ立ち尽くしていた。喉が張り付いて声が出なかった。老人はゆっくり立ち上がりランタンを手に取った。炎が揺れた。影が壁を張った。入れ、早く促されるまま私は中に入った。老人は私の後ろで静かに鍵をかけた。一つ、二つ、三つ。鍵の数だけ外の世界が遠ざかっていく気がした。あの硬派なんですか。ようやく声を絞り出した。老人は答えなかった。
テーブルの前に座り、両手を組んで、ただ下を向いていた。沈黙が続いた。耐えられなくなった私は、もう一度聞いた。あの影を見ました。窓の外に立っていた。人の形をしていたけれど、人じゃなかった。老人の指が、かすかに震えた。名前を呼ばれなかったか。私は息を飲んだ。そうだった。あの瞬間、確かに聞こえた。風ではなかった。鉱山の奥底から這い上がってくるような、低い、くぐもった声。私の名前を、はっきりと呼んでいた。聞こえました。老人は目を閉じた。深く、長く、息を吐いた。それはまずい。部屋の空気が、一瞬で変わった。名前を覚えられた。もうお前のことを知っている。知っている。その言葉が頭の中で反響した。あの影が、私を認識した。ただの通りすがりの旅人ではなく、私という存在を、子として捉えた。奴らは一度名前を覚えると、話さない。老人の声は静かだった。静かすぎた。怒りも恐怖も、もうそこにはなかった。ただ諦めに似た、重い静けさだけがあった。私は窓を見た。闇の中に、何かがいる。見えなくても、分かった。気配がそこにある。じっと、こちらを見ている。眠れると思うな。老人はそう言って、ランタンの炎を小さく絞った。部屋が暗くなった。影が、濃くなった。そしてその夜、私は初めて理解した。この老人がここに残り続けている理由を、鍵をかけ、光を絞り、息を殺して夜をやり過ごす理由。奴らは、もうすぐそこまで来ていた。異変は、小さなことから始まった。テーブルの上に置いたはずのカップが、気がつくと床の上にある。扉の隙間から差し込む風が、明らかに止んでいるのに、ランタンの炎が揺れ続ける。そして何より、壁の向こうから聞こえてくる。あの音、足音、ではない。引きずるような、重たい何かが、床を這う音だ。老人は気づいていないふりをしている。いや、慣れているのだ。この音に、この気配に、毎晩、こうして夜をやり過ごしてきたのだ。私は息を止めた。音が、近づいてくる。壁一枚を隔てた向こうに、確かに何かがいる。生き物の気配とも言えない。でも、無機質とも違う。まるで意志を持った何かが、こちらの存在を確かめるように、ゆっくりと動いている。動くな。老人が低く言った。私は石になった。呼吸すら、怖かった。しばらくして、音は止んだ。遠ざかっていった。少なくとも、そう聞こえた。でも私には分かっていた。それが本当に去ったわけではないことを、ただ、待っているだけだということを。老人がゆっくりと息を吐いた。今夜はまだ、おとなしい。その言葉が、どれほど恐ろしかったか。おとなしい、という言葉が意味することを、私は理解してしまった。おとなしくない夜が、確かに存在するということを、一人ではない。この廃鉱山の町に、私たちは二人きりではない。壁の外に、床の下に、暗闇の奥に、奴らはいる。ずっと前からいる。老人が鍵をかけているのは、私たちを守るためではなかった。奴らを刺激しないためだったのだ。窓の外で、何かが動いた。影が、影を横切った。私はその瞬間、初めて奴らの輪郭を見た気がした。そして次の夜、私はついにその正体と向き合うことになる。老人の目が変わった。それまでの怯えた目ではなかった。深く、静かな、諦めの色をした目だった。お前に話す時が来た。老人は低く、そう言った。テーブルの上のランタンが揺れた。炎が一瞬、青くなった。老人は椅子に座ったまま、ゆっくりと話し始めた。この町が廃校になったのは、事故のせいではない。老人はそう言った。鉱山の奥深く、地下400メートルのところで、作業員たちは何かを掘り当てた。鉱石ではない。岩盤でもない。それは、動いていた。17人の作業員が、一晩で消えた。翌朝、残されていたのは、ヘルメットだけだった。血も、骨も、何もなかった。ただ、ヘルメットだけが、整然と並んでいた。まるで、誰かが丁寧に置いたように、町の人間は逃げた。しかし老人だけは、逃げなかった。なぜですか？私は聞いた。老人は少し間を置いてから、答えた。逃げても、意味がないからだ。奴らは、選んだ人間を追う。距離は関係ない。私の背筋が、凍った。選ぶ。とは、お前が今夜ここにいるのは、
偶然ではない。奴らがお前を引き寄せたんだ。言葉の意味が頭に染み込んでくるまで数秒かかった。私がこの廃鉱山の町にたどり着いたのは道に迷ったからだと思っていた。でも本当にそうだったか。なぜあの夜に限ってナビが狂ったのか。なぜ他のどの道でもなくこの一本の砂利道に進んでしまったのか。全部奴らの意志だったとしたら奴らは何なんですか。声が震えた。老人は答えなかった。ただ床を見つめた。しばらくして老人は静かに言った。かつてこの土地の深いところに眠っていたものだ。人間が掘り起こすまでずっと眠っていた。だが今は目覚めている。そして腹を空かせている。窓の外で音がした。砂を踏む音ではない。もっと重い、もっと引きずるような音だった。老人が立ち上がり窓のカーテンを静かに閉めた。今夜奴らは近い。ランタンの炎がまた青くなった。今度は消えかけるように。私はその瞬間理解した。老人がずっとここに残り続けた理由を。奴らと取引をしていたのだ。自分が見張りをする代わりに町の外には出ない。そして時が来たら新しい誰かを差し出す。老人の視線が私に向いた。長い沈黙の後老人はゆっくりと口を開いた。すまない。その一言が全てを語っていた。私は椅子から立ち上がった。足が震えていた。しかし逃げ場はない。扉は鍵がかかっている。窓の外には奴らがいる。そして夜明けまでまだ何時間もあった。翌朝私は奴らと直接向き合うことになる。扉の向こうで音がした。最初は風の音だと思っていた。しかし違った。それは呼吸だった。複数のゆっくりとした呼吸音が木の扉一枚を隔ててすぐそこにあった。老人が言った。もう夜明けが近い。その声は震えていた。長年この場所を守り続けた男の声が初めて恐怖に染まっていた。私は窓の隙間から外を見た。暗闇の中に影があった。一つではない。10、いやもっと多い。人の形をしているが人ではなかった。全員が行動の方向を向いてただ立っていた。動かない。息をしている。それだけだ。突然扉が内側に向かってゆっくりと押されてきた。鍵はかかっている。しかしその圧力は確実にじわりと増していった。老人が立ち上がった。そして扉の前に静かに立った。両手を広げてまるで何かを遮るように低い声で老人は言った。まだだ。まだこの子ではない。答える声はなかった。しかし圧力は止まった。沈黙が部屋を満たした。私は息を殺した。心臓の音が自分でも聞こえるほど大きかった。やがて窓の外の影たちがゆっくりと行動の方へ戻り始めた。一人また一人と闇の中に消えていく。最後の一つが消える直前その影が振り返った。顔は見えなかった。しかし確かに私の方を見ていた。老人がつぶやいた。覚えられた。その言葉の意味が胸に刺さった。夜明けの光が窓から差し込んできた頃私はまだその場に立ち尽くしていた。生きている。それだけは確かだった。しかしあの影が私の顔を覚えた以上ここを去っても終わりではないかもしれない。この話には続きがある。あれからどれほどの時間が経ったのだろう。街を出た日のことは今でも鮮明に覚えている。夜明けの砂漠をただ無言で車を走らせた。バックミラーは見なかった。いや見られなかった。あの影がそこに映っているような気がして街に戻りシャワーを浴び食事をした。普通の生活を取り戻そうとした。しかし何かが確かにずれていた。まず夜が怖くなった。完全な暗闇の中では眠れなくなった。部屋の隅に何かがいるような気配がする。気のせいだと分かっていても目を閉じることができない。砂漠の静寂が耳の奥に染みついていた。次に音が気になるようになった。爆発音に似た低い振動。遠くから聞こえるくぐもった声。地面の下から何かが呼びかけてくるような感覚。都市の喧騒の中にいてもあの鉱山の音だけがやけにリアルに聞こえてくる。そして老人のことが頭から離れない。
彼はあの町に残った。自ら選んで、それが何を意味するのか、今の私にはまだ理解しきれていない。彼は守っていたのではなく、つなぎ止めていた。あの影たちを、そして同時に、自分自身をも。あの目は、まだ私を見ているのだろうか。覚えられた。老人のその言葉が、今も胸にトゲのように刺さっている。影は私の顔を知った。名前は知らなくても、存在を知られた。それがどういう意味を持つのか、私にはまだわからない。ただ一つだけ、確かなことがある。私はあの夜以来、鏡を直視できなくなった。自分の背後に、何かが映り込んでいるような気がして、振り返っても、誰もいない。しかし、気配だけが、そこにある。砂漠は遠い。しかし、あの街は私の中に、まだ存在し続けている。これが、終わりなのか、それとも、まだ続いているのか。答えを知るためには、もう一度だけ、あの場所に向き合わなければならないかもしれない。最後の話が、残っている。とがある。私はあの夜以来、鏡を直視できなくなった。自分の背後に、何かが映り込んでいるような気がして、振り返っても、誰もいない。しかし、気配だけが、そこにある。砂漠は遠い。しかし、あの街は私の中に、まだ存在し続けている。これが、終わりなのか、それとも、まだ続いているのか。老人は言っていた。守っているのは街ではない。と、では、彼が守り続けていたものは、今も、あの場所にいるのだろうか。それとも、すでに、ここまで来ているのだろうか。時折、夢を見る。廃校の暗闇の中で、誰かが私の名前を呼んでいる。声は一つではない。幾重にも重なり、地の底から這い上がってくるように、耳の奥に響く。目が覚めると、部屋の中は静かだ。しかし窓の外、遠くから、かすかに風の音が聞こえる。それが風なのか、それとも別の何かなのか、私にはもう、確かめる勇気がない。あの街はまだ、終わっていない。そして私もまた、あの夜から、どこかが変わってしまった。最後の話が、残っている。